イヤホーみんな走ってる。息しかしてない時までです。皆さんこんにちは。今日はルナサンダルを1年間履いてみて起こった変化について話します。去年のね、今頃ちょうどね、5月だったんですけど、このね、ルナサンダルを導入しましたっていうね、動画を作ったんですけど、まあ2本ぐらい作ったかな。一番最初のその買った時の話と、で、それから1ヶ月、2ヶ月ぐらい履いてみてからの感想みたいなものを2本ぐらい上げてるんですけど、そちらでね、詳しい経緯はご紹介しているので、もし気になる方はそちら見てみてください。で、今日は具体的にね、この1年間もうしっかり履いてきました。で、かなりね、変化がありました。で、それはこのサンダル自体が変化しているってところもあるんですけど、自分自身の新たなそのベアフット感覚というか、そういうところにもちょっと変化があったので、そのことについてまとめてね、話していきたいと思います。で、まず、こんな感じでね、だいぶわかりますかね、この足の形がついてるの。で、もう沈んでる感じで、ラバーが。で、ちょっと艶が出て、ちょっと汚い感じではあるんですけど、で、これモデル的には、ベナード2.0というモデルです。で、一番薄いモデルで、ソールがですね、だいたい9ミリになっています。いろいろね、いろんなモデルがたくさん出てるんですけど、その中でも一番ね、薄いモデルを僕は選んで、で、こればっかりを履いてきました。で、もう買った時から、そもそもベアフットの生活をしていたので、その前はね、ゼロシューズという、Z トレックというタイプの、6ミリぐらいのサンダルをずっと履いていて、もうそれもね、3、4年ぐらい、履いていて、で、その時からもうサンダルランというか、サンダルでランニングすることはやっていたので、難なくね、こちらで、ランニングをすることに移行ができて、で、今日も走ってきました。はい。いつも5キロぐらい走ってるんですけど、で、5月もね、ちょっと乗せれたら乗せるんですけど、こんな感じで、定期的なリズムを刻んで、ランニングを楽しんでいます。で、結論言うとですね、この1年間でもうかなりこれ履いてきたんですけど、もう真冬以外はもうほとんど履いてきていて、で、3月から、春になって3月からはもうずっとこれで生活をしています。で、基本的にはもうこれって感じ。日常生活もそうだし、で、ランニングとかもそうだし、で、近くの里山にもね、一回これでね、行ったんですけど、低山というか裏山みたいなとこだったんですけど、だからハイキングもね、これで一回行ってます。で、結論言うと、もうね、すごく良くて、調子が。で、一度も怪我をしてません。なんかやっぱりそのベアフットってこの剥き出しっていうところもありながらソールが薄かったりするんでどうしてもその足にね負荷がかかってくるところもあるんですけどで慣れの問題もあるんですけど怪我をしなくなりました逆に。でやっぱりその散歩の時でもそうですけどその自然の中とか山の中とかちょっとした公園みたいなところを行く時でもですねこう足が剥き出しになっているからこそ結構その歩き方とかその着地する場所にですねやっぱりその無意識にこう意識がいっていて、で、こう尖ってる部分を避けるとか、その岩場のちょっとこう滑りそうなとこを避けるとか、なんかそういう感じで慎重に歩くようになったので、こう一歩一歩の着地が、しっかりできるっていうところ。で、それもあって怪我をしていないんですよ。それがね、一つね、自分の中での、怪我しなかったなって感じですね。で、やっぱりそのランニングとかすると、一時的にこのふくらはぎだったりとか、ちょっと足のこう前の甲の部分とかに、少し負荷がかかってるなって感覚はあるんですけど、それも休みね、疲れたら休む、疲れたら休むみたいなことをしながらやっていくことによって、逆にその足の方が、完全にこのベアフットに慣れて鍛えられている感じです。だからなんかもうこの開放感がやっぱりすごいっていうところが、このサンダルの強みで、で、自然と近くなるって言ったらあれですけど、本当にね、この、吸い付くような感じがどんどん生まれてきますね。なんか最初はやっぱりこうずっとフラットだったんですけど、このこう反りみたいなものも出てきて、今こうかなり足にフィットするようになってます。で、1年前よりもますます履き心地が良くなっていて、で、その足にピタッとその吸い付く感覚が出てきてるんで、なんかよりね、なんかその、サンダルっていうか履物を履いていないような感覚が得られていて、で、それがすごいその開放感をもたらしているんですよね。だからなんか、これを履かないと結構その、窮屈だなっていうか、もちろん普通の靴もね、使ってるので、それもベアフット系ではあるんですけど、
なんかこう、靴を履いてるときは、ちょっと開放感が、なんかないなっていう感じがあったりとか、で、このサンダルをね、すぐ履きたくなるみたいな、なんかそういう感じになっています。で、もう一つそのミニマリズム的な観点でいいところは、ソックスがいらないことですよね。やっぱ靴下を履かなくていいので、サンダルって。だから、靴下を履かない生活をすると、本当にその些細なことなんですけど、毎回の洗濯で靴下を洗濯して干すみたいな、その動作がなくなるんで、なんかね、一つね、洗い物が減るっていうことは、一つ楽になることでもあると思いましたね。だからささやかなことなんですけど、靴下を使わないことによって、その洗濯の手間が軽減されるっていうね。で、旅とかに行くときも、その靴下を持たなくてよくなるんで、移動も楽になるっていう感じです。で、ちょっとこういう風にツヤが表面出てきていて、で、ソールはですね、そんなにね、減っていないですね。多分、この辺が一番こう着地しているような部分なんですけど、そんなにね、ソールの減りは感じません。で、このベナードというモデルは、この裏側がですね、ほとんどそのドットがもうないような状態なんですけど、素材がそもそもビブラムを使用しているので、結構ね、グリップ力はあります。で、この、ビブラムっていうね、こうちっちゃな文字が書いてて、それがささやかなそのグリップの力を発揮するような場所にはなってるんですけど、ほとんど効いてないようなものですけど、ただそのゴム自体が、ビブラムで、滑りにくくなってるので、雨の日なんかもね、そんなにね、滑って転ぶみたいなことはなかったですね。だからすごくね、調子がいいです。で、昨日ちょうど YouTube ライブをしたんですけど、参加してもらった方ありがとうございました。急遽だったんですけど、その中で、このベアフットシューズを使ってますって方がいて、で、いくつか質問をいただいてたんですよね。で、そのモデルについてまず聞かれていたんですけど、このベナードというね、僕が選んだのは、一番ルナサンダルの中でソールが薄いモデルです。で、オソフラコとか、そういうこう山の上を、トレイルランニングを目的としたようなグリップが強いタイプもあるんですけど、これは本当にロード用というか、グリップが何もないタイプで、で、本当のB3 みたいな感じ。雰囲気的には。で、一番薄いモデルです。で、僕あえて、この一番ね、クラシックなモデルを選んだんですよ。というのも、やっぱりこう一番最初にそのなんかブランドのシューズを使うときに、なんかそのブランドの特性というか、思想が一番現れているモデルを最初に履いた方が、なんかそのブランドをよく知れるっていうことがあって、だから僕はそのスタンダードなものが好きというか、オーセンティックなものが好きなんですよね。だから、一番最初にこの代表するモデルを選ぶことによって基準がわかるじゃないですか。で、これも1年間ずっと履いてきたんで、だからこれからまた別の他のを試そうっていう気にもなるし、で、やっぱりこれが一番ね、薄いっていうところがポイントだと思います。で、そもそもやっぱりベアフットサンダルは、その裸足感覚に近づけるために、そういう思想の元で作られているので、で、この9ミリというね、一番薄いソールがその思想を最も体現しているモデルかなと思います。なのでそういう意味で一番薄いね、このベナードを選んでいるんですけど、それもね、正解だったなと思いますね。で、最初はその、僕もその山に入るので、結構グリップ力があるような、ちょっと厚めのね、ものにしようか迷っていた時もあるんですけど、これでもね、全然いけますね。で、やっぱりその、何よりその軽くて、一番軽くて足への開放感があるんで、このルナサンダルの良さを多分一番ね、味わえるモデルなんじゃないかなって思います。で、結構プロのね、トレイルランナーの方とかのインタビューとか、情報を見てみると、やっぱりね、これに戻る人多いみたいですね。ちょっとグリップ系のものとかみんなこう行って、でも最終的にはこれに戻って、みんな結局そのロードランニングも山もですね、このベナードで行くっていうね、そのベナード愛好家の人はやっぱ多いみたいで、なんかその感覚はね、この1年間使ってみて、なんとなくその分かりましたね。やっぱりなんかすごくその何も問題ないっていうか、これで全然いけるなっていうね、感覚を感じています。なのでもし、迷ってる方は、このモデルから始めるのが、ミニマリズム的にもいいんじゃないかなと思いますね。で、ルナサンダルの始まりとしてはね、これも前回の動画で話してるんですけど、ベアフットテッドっていう方がね、Born to Run っていう本の中で、出てきているベアフットテッドって方が開発してるんですけど、2007年ぐらいにこれ立ち上がって作られたので、プロトタイプが。だからもう生まれてから20年ぐらいになると。で、20年ぐらいになるんですけど、その前にもララムリというタラウマ
マラ族というね、メキシコの民族が使っていたシューズをモデルにしているので、その履かれてる歴史としてはもうかなりね、この構造のサンダルっていうのは長いものになりますね。だからやっぱりこのトングがここにあって、で、ここの2点止めというか、3点止めっていうのかな。この3点で止まっているところがポイントで、だから本当にね、こう走りやすいんですよね。なんかそういうね、クラシックな構造でありながら、人間の足にフィットするような、で、人間の足そのものを鍛えてくれるような構造になっているなと、改めて思いました。で、他に来ていた質問としては、そのフィッティングの話ですね。やっぱりこれがここが抜けやすかったり、外れやすかったりしますけど、どうしたらいいですかみたいな感じだったんですけど、まずね、多分ね、このストラップの調整の仕方がポイントだと思っていて、で、公式にも出ているので、その公式の動画も参考にしていただきたいんですけど、僕も過去の動画でそのフィッティングについては話しています、一応。で、もう一度おさらいしておくと、このね、まずここから止めていくって感じなんですよ。このトングの部分から、まずここを締める。一番最初。で、ここ締めたら今度これぐるっと裏に回ってるんで、今度ここになるんですよね。このかかとの部分ですね。このかかとの部分を自分の足のかかとに割とピタッと合うように合わせる。で、そして最後、ここにまたぐるっと回って今度ここですね。このバックルがついてる部分。ここの部分を締めるっていうね、感じで、この締める順番がやっぱり重要で、ここのトングの部分のこの斜めの線ね。これが第1ポイント。で、第2ポイントはこのかかとね。ここを締めることによって、このね、長さがまた変わるんで、だからこっから締めていくっていうのが大事なんですよ。トングから締めて、ここからこう一回起点として回す。で、そしたら今度ここがこう緩むので、これをぐーっとまた自分の足のサイズに合うように合わせて締める。で、最後、ここのね、ストラップの部分を締めて、これでギュッと締めるって感じです。で、なるべく、この一番最初のね、ここの部分ですね。ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、ここの部分はですね、ピタッと自分の足に沿うように締めた方がいいですね。ここが緩いとですね、やっぱり足が緩んで、このトングの部分で足が擦れて、ここが怪我したりとか水ぶくれできたりする原因になるんで、ここをね、最初しっかり締めて、自分の足のサイズにピタッと合わせるみたいなのが大事になってきます。で、だからここを結構直線に持ってくる感じですね。どうしても、ここでね、最後回すんで、斜めになりがちなんですけど、ここをストレートにグッと最初締めて、なるべく自分の足にフィットさせると。そしたらもうおのずと、このね、かかとの部分は決まってくるんで、かかとの部分も結構キツキツにならない程度に回しておく。後ろに。で、最後、ここを締める。で、一回固まってしまえば、こういう風にね、裏側はなんか普通にくるっと一周回ってるだけなんですけど、一回固まってしまえば、もう調整するのここだけでいいんですよ。だから僕普段履くときは、もう足入れて、これを引っ張るだけですね。引っ張るだけ。で、脱ぐときは、これを緩めるだけ。で、もう足外れるんで。だから毎回、ここを締めて、ここを締めて、で、ここを締めてっていうふうにその3回やるのではなくて、最初のフィッティングだけをですね、ここ最初にピタッと合わせて、後ろ通して、ここの長さを揃えるっていうことだけやっておけば、あとは普段はもうここだけで、脱ぎ着ができるようになるんで、で、ほとんどね、もう走ってても緩むことはないですね。だからもう僕はもうそういう感じで一回ね、調整して、ずっとそのままで、この1年間やってきました。で、最近のモデルは購入するとですね、この足に、回すタイプのもう一つそのストラップが付属でついてくるんですけど、僕はね、それは普段から使っていません。やっぱりそれがあることによってもう一つそのマジックテープを締めるっていう作業が出てくるんで、そうなると脱ぎ着がめんどくさくなって、なんかサンダル履きたくないなっていう気持ちになりそうだったんで、それをね、入れてないんですよ。で、もちろん最初の頃はそれを使ってランニングとかしてたんですけど、やっぱりこの、付属のストラップをもう一つつけた方が、フィット感は増します。だから、例えば極端に足がちっちゃい人とかね、あと結構長距離でトレイルとかをランニングとかハイキングするような人たち、これがずれてくるような、やっぱ高低差があるようなとこを行ったりとかすると、結構この足が前に行ったり後ろに行ったりなんで、このね、付属のストラップをつけてた方がずれない場合が多いですね。ただね、全然なくても
ちゃんとこのね、長さとこのかかと部分だけを、自分のサイズに合うように設定しておけば、ほとんどね、外れることはないですね。で、いけます、それで。だから僕大体もうランニングも、もうこのままで、そのストラップは使わずにやっています。で、改造したところが一つあって、でそれはこのストラップのこの長さですね。これをね、短めにしましたね。で、購入した状態だと、結構ね、ここがね、このベルトストラップが長いんですよ。長くて、で、長いのを、結局ね、ここについてる、このね、ゴムで留めることになるんですけど、多分足がね、そんなに大きくない人は、これが結構、このベルトの端の部分が結構余るので、最初長いんで、だからここをね、切ってますね。ここを、普通にハサミで除菌とカットして、ライターで固めています。ナイロンなんで、ここ固めることによってほつれがなくなるんで、そういう改造をすることによって、で、歩くときや走るときにこれがピロピロとならずに、ストレスなくね、歩けるようになります。で、もう一つは、この裏側のね、ここにね、なんかルナサンダルっていう黄色いラベルが出てるんですけど、これを中に押し込んで、何もこう見えないようなブラックな、ステルス仕様みたいなものにしてますね。なんか自分が施してる改造はそんな感じです。このベルトの長さを切ったっていうことと、あとはここのね、ラベルを隠してるっていう。ささやかですけど、そんな感じです。そんな感じで、もうね、これだけを、もうサンダルはね、履いてきてます。で、本当旅でも旅行でもそうだし、この間フィリピン行った時もね、大活躍でしたし、なんかね、軽いから、もうこのままね、バックパックにね、軽くてコンパクトだから、バックパックの外側のポケットに突っ込んで、なんかどこでも持ってってますね。やっぱりその電車とか、結構その高いような山とかだと、自分の足を守るためにハイキングシューズとか、普段使ってるアルトラとかの方がいいんですけど、それに加えて、プラスで、一つね、こう持っていける、どこでも持っていけるっていうのが、やっぱこれのね、最大の強みだと思ってて。でも普段はもう東京にいる時なんかもずっとね、これでね、生活してます。で、これからシーズンなんで、寒くなるまでね、またこれをずっと履けるっていうのがね、すごくなんか楽しくていいなって思いますね。はい。で、使う注意点としては何度も言ってますけど、いきなり走るってことをしないってことです。はい。もう最初はもう歩くことから始めてください。で、もう歩くだけで、やっぱり自然とこのね、クッションがもう入ってないんで、自然とその前足着地に強制されていきます。歩き方が。かかとから行くと、このクッションがないシューズっていうのはどうしても痛いので、歩き方が自然とね、このペタペタペタと、猿みたいなね、アウストラロピテクスみたいな歩き方になってくるんで、それがいわゆる人間の裸足状態の自然な歩き方であるっていうことで、なんかそれを繰り返していくと、それに合わせて骨とか筋肉が進化していきますんで、で、2、3ヶ月ぐらいそれで歩くと、最初はこう疲れるんですけど、だんだん自分の足が鍛えられて疲れにくくなります。で、この裸足の開放感が相まって歩くこととか走ること自体がエンターテインメントになります。だからもう散歩が楽しくてしょうがないような状態になります。で、それでようやく慣れてきたら、少しずつ走ってみるみたいな、本当にもうジョグレベルですね。もう誰かとなんかこう話しながら、走れるようなペースぐらいで、最初はゆっくりね、やっていけば、足もね、怪我しないと思いますんで、ゆっくりやっていくってことですかね。で、それがもう慣れてくると、もうこれでもう走ることが本当に快感になっていて、で、僕今2年に1回ぐらい、ローカルレースみたいなものに、マラソンの大会にね、出てるんですけど、多分タイミング的には次の年になると思うんですけど、次回はこのね、サンダルでちょっとレース走ってみようかなと思ってます。はい。なんで、この夏のサンダルをお探しの方はぜひ、ベアフット試してみてはいかがでしょうか。回し物でも案件でもありません。これは自分が勝手に好きで紹介しています。はい。というわけで今回は、ルナサンダルを1年間履いてみて起こった変化、シューズに対する変化、そして自分の体と思考に対する変化について話してきました。かなりミニマルなアイテムだと思います。ぜひ試してみてください。僕が使っている道具の紹介とか、そのような深掘りの思考はコアメンバーシップで書いています。週に1回無料のニュースレターでも公開してますので、ぜひ概要欄よりチェックしてみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。